ずんだもん。世界進出を目指してグローバル塾に通う生徒なのだ。今日は2回目の授業だけど、何が学べるのかワクワクするのだ。っていうか、また僕だけしかこの教室にいないけど、ちょっと早く来すぎたのだ。誰か来たのだ。おはよう、ずんだもん。おはようなの。でなんだ、メタンか。なんだって何よ。てかメタンが来たっていうことは、今回も世界の危険を学ぶってことなのだ。その通りよ。今回は世界の危険な絶景スポットについて学んでいくわ。そんなの学んじゃったら、見に行きたいけど行けない葛藤が生まれちゃうのだ。まあ、実際には見に行けなかったとしても、学べば行ったも同然でしょう。それは違くないのだ。ということで早速授業をしていきたいと思うんだけど。この人強引に授業を進めていくタイプの先生だ。今回はアジア編となっているわ。ってことは他の地域もあるってことなのだ。その通りよ。地域ごとに分けて紹介していくわ。だからこれから数回は私が連続で担当することになるわね。まあ、メタンの授業はまあまあ面白いから全然いいのだ。なんで上から目線なのよ。ということで今回は4つのスポットについて紹介していくわ。今日もワクワクしてきたのだ。1つ目はインドネシアのイジェン火山よ。おお、これは絶景スポットなのだ。でも結構な量の煙が出てるのだ。そうね。この煙は岩の隙間から出る600度以上の硫黄ガスよ。それやばくないのだ。まあそのまま吸っちゃうとやばいわね。もし硫黄ガスを吸ってしまうと初期症状として目や喉の違和感が生じ、その後だんだんと痛みが増していき、最終的には呼吸困難で死に至るわ。そんなに危ないガスがあるなら絶対行きたくないのだ。ただこのガスがあるからこそここには観光客がたくさん来るの。どういうことなのだ。なんとこの硫黄ガスが燃焼するとこのように神秘的な青い炎となるのよ。うわぁ、すごい綺麗なのだ。もちろんガスマスクは必須だけど、危険を冒してまで見に行きたい人がいるのも納得ね。ただ他にもたくさん危険ポイントがあって、イジェン火山の火口湖は pH0.1 で誤って落ちてしまうとすぐに体が溶けちゃうのよ。なんでそんな笑顔で言えるのだ。また登山道の入り口から火口の頂上まで約2時間急な上り坂を登った後に約30分大きな岩場を降りていく必要があるのよ。僕だったらそれだけでヘトヘトになりそうなのだ。重い荷物を持っている観光客ならなおさらね。道中では足を滑らせて怪我をする人も多いわ。行くならそれなりの準備と覚悟が必要ね。グローバル。2つ目はトルクメニスタンにある地獄の門よ。メタン、いくら僕でも騙されないのだ。この世に地獄なんて存在しないのだ。じゃあこの写真を見てみて。メタン、疑ってごめんなのだ。まさかこの世に地獄があるなんて。ずんだもん、絶対いつか詐欺に引っかかるわね。まあ地獄の門はあくまでも比喩表現よ。ダルバサという村のカラクム砂漠にあるクレーターの一つの名称ね。まあそんなこと言われなくても知ってたのだ。ところでなんでこんなヤバそうな場所が生まれたんだ。経緯は少し複雑なんだけど簡単にまとめると、1971年にソビエト連邦の地質学者がボーリング調査をした際、天然ガスが充満した洞窟を発見したんだけど、採掘中にその場所が崩落してしまったのよ。穴の規模はこのようになっているわ。めっちゃ大規模な崩落なのだ。その後洞窟から放出された有毒ガスを食い止めようと技術者たちはガスに火をつけたんだけど、それが半世紀経った今でも燃え続けちゃってるのよね。メタンが噴き出してるのだ。地獄の門はかなり間近で見ることができて、実際に見ると迫力も凄まじいと思うわ。けど落ちたらそれこそあの世行きになるのだ。
そこは一番の危険ポイントね。見るときは細心の注意を払うようにしないとね。ただこの先政府によって封鎖される可能性もあるから、行きたい人は今のうちがチャンスね。ここなら異人火山よりは安全そうだし、僕も行ってみようかな。グローバル。3つ目は中国の火山よ。火山って山の名前なのだ。そうよ、中国の道教の聖地である五岳のうちの一つね。五岳は東、西、南、北、中の各方位に位置していて、火山は西岳とも呼ばれているわ。なるほど、神聖な地でもあるってことなのだ。山はほぼ全てが花崗岩で形成されているわ。白い山肌が綺麗なのだ。1000メートル以上の落差がある岩壁が露出していて、それを眺められる展望ポイントも多くあるわ。この絶景を求めて毎年多くの観光客が訪れているの。僕も行ってみたいけど登るのが大変そうなのだ。確かに標高は2154メートルで自力で登るには大変だけど、実はロープウェイが整備されていて一気に登れちゃうのよ。だったら僕でも気軽に行けるのだ。今のところは何も問題ないけど、どこが危険なのだ？本当に危険なのは長空山道よ。これは観光目的に作られた有料施設で、断崖絶壁の上に作られた20センチメートルの足場を通っていく場所なの。こんなとこ僕だったら絶対ちびるのだ。ここを通る人って本当にいるのだ。それが意外にもかなり人気みたいなの。スリルを求めていく人もいれば、映える動画や写真を撮ろうとする若者も多いわ。最近の若者って映えのためにそこまでするのか。もちろん命綱は着用することになるけど、服装や健康状態等には十分気を使う必要があるわ。また実際に死亡事故も起きているの。命綱もあるのに。死亡事故として意図して飛び降りた人や、危険な方法で撮影をしようとした人が転落といったものがあるわね。命知らずにも程があるのだ。火山の絶景を見たいだけなら長空山道の利用はやめておいた方がいいわね。でもスリルの中見る絶景は最高の快感でしょうね。やっとめたんって言っちゃってるとこあるのな。4つ目はロシアのカラチャエコよ。中央ロシアの南ユラル山脈に位置した小さな湖よ。なんだか特徴的な形をしてるのだ。湖の周りには雄大な山脈が見られるわね。ただの自然豊かな湖に見えるけど、何が危険なのだ？この場所が危険な理由は目ではわからないのよ。実はここは放射能により地球上で最も汚染された場所なの。なんか今までのとは比にならないヤバさなのだ。ここのヤバさは別格ね。何しろこの近くに1時間いるだけで死ぬと言われていたんだから。なんでそんなに汚染されてしまったのだ？ここはもともとソ連が1951年から1957年までマヤーク核技術施設から出る放射性廃棄物のゴミ捨て場として使用してきた場所なの。完全に人の手によって汚染されてるのだ。そうね、美しい自然も人の手によって一瞬で汚されてしまうわ。この放射性物質による汚染はたくさんの問題を引き起こしたの。例えば湖とその周辺に住む生物の遺伝子が損傷を受けて、通常よりもはるかに高い確率で突然変異が起きるようになってしまったの。そしてもちろん人間にも同様の被害が出ているわ。多くの地元住民が被爆し、深刻な健康被害を受けたわ。放射線ってやっぱり恐ろしいのだ。放射性廃棄物の管理は現在でもたびたび問題になっているけど、周りの環境や人々の生活を簡単に壊せてしまう危険性もあるから、必ず慎重に処理を行う必要があるわね。放射能は目に見えないけど、すごい危険性があるってことなのだ。もしずんだもんが放射線を受けて突然変異したら、あんこもんとかになりそうね。それ、うまいこと言ってるつもりなのだ。そんなことより、この場所はもう大丈夫なのだ。2016年12月の時点で、湖は特殊なコンクリートブロック等で完全に埋められたわ。埋め立てられちゃったのか。もともとは美しい湖だったのにな。だからカラチャイコはかつての絶景スポットってことね。
でも埋め立てられたからひとまずは安心なのだ。そうだとよかったんだけど、そんなに簡単に終わる話でもないのよ。埋めても放射性物質ってなくならないのだ。ずんだもん、よく考えてみて。流れ込んだ放射性物質は回収されたわけではないし、基本的に地中で分解されることもないの。っていうことはこの先一生なくならないのだ。そういうことね。だから放射性物質に汚染された地下水が広がり、河川に流れ込んでしまうリスクもあるわ。じゃあこれからもずっと安心はできないってことなのだ。そうね、この先も半永久的に監視を続けていく必要があるわ。ということで今回は4つの危険な絶景スポットを紹介したわ。アジアだけでもかなり濃い内容だったのだ。もし行ってみたいところがあったら自己責任のもと現地に足を運んでみてほしいわ。ずんだもんはもちろん私と一緒に行くわよね。まあ普通の絶景スポットもたくさんあるだろうし、僕は死にたくないから遠慮しとくのだ。何を言ってるのかしら。危険とはスリルであり、スリルの中で絶景を見ることによって初めて自分の性を実感することができるの。その瞬間に見た景色というのは一生忘れることなく手がいらないので、絶景スポットの良さというものはそれだけに際立つのよ。まあそれに気づくにはこうなったらもう手遅れなのだ。必要となってくるわけだけど、まあ危険な絶景スポットに行くとまさに授業も終わったことだし知識人というもので、それをなんか体験しないで済むぐらいなら放送しだしたから一足先に僕は帰るのだ。ずんだもんには私と一緒に危険な絶景スポット巡りをしてもらうってことは確定してるわ。